備前焼。その昔は祭祀に用いられる神器としての役割も担い、貴族や僧侶などの日用品として朝廷や国府に上納され、やがて時代が進むと庶民が使う日用雑器として広がっていきます。備前焼は備前市の印部地区が代表的な産地で、日本六古窯といわれる日本遺産に認定された6つの窯の中で最も古い焼き物です。釉薬を使わず絵付けもせずに高温で焼くのが特徴で、釉薬を用いない渋い焼き上がりはやがて堺、京都の茶人に認められ、桃山時代には茶器の名品が数多く焼かれました。備前焼の特徴は何といっても赤褐色の焼き肌と飾り気のない素朴さにあります。備前焼の糖度には日寄せと呼ばれる印部地区の粘土を主に使用しており、日寄せは粒子が細かく粘り気があり、鉄分が多く含まれています。この日寄せに含まれる鉄分が高温で長期間焼き締めすることによって赤褐色になります。主に登り窯などの窯を使用し、およそ2週間前後にわたって1200度以上の高温でする焼き締めが強度につながり、高温で焼くために火力の強い赤松を使用することで焼き色がつきます。この色の変化を窯変といい、窯の置く場所や焼き方によって焼き色や模様が変わり、この窯変こそが備前焼の魅力を引き出しているのです。備前焼の表面には小さな凹凸があり、食べ物と器の間にわずかな空間ができ、内部には細かい気孔があり、お酒の香りが立ちやすくなります。料理を引き立てる器、料理もまた器を引き立てるのです。ついに実現。互いに切っても切れない両者による業種の枠を超えた対決。どちらの芸術がより美しく洗練されているのでしょうか。さあ始まりました。匠の魂をかけて備前焼と料理の共演。一流の料理人と備前焼作家が互いのプライドをかけて激突します。対決の舞台は茨城市にある有心備前高木。旬の食材をふんだんに使った独創的で楽しい創作料理が特徴のお店です。この対決は芸術性、味の観点から審査されます。料理人は料理を、備前焼作家は器を、料理の味か備前焼の美か、業種の枠を超えた対決をお楽しみください。今回7名の備前焼作家がエントリー。まずは備前焼の土味を生かした造形的な花器や壺など丁寧な仕事が魅力、伊勢崎壮。30年ほど備前焼を作り続けてきましたので、その技術とかその感性などが見ていただく方に共感もしくは感動を与えるものだと、自信が少しあります。自然練り込みの技法を用いて独自の表現を追求している豊福宏。自分の作った作品に料理が載せられてるとこっていうのを見る機会があまりなくてですね、今回どのようなものが載せてくれるのかすごい楽しみに思ってます。茶器の他に工芸、オブジェ作品も多く手掛ける中原浩二。やはり使っていただけることが嬉しいし、僕は料理人ではないので、料理をされる方がどういうふうに使っていただけるのかも、それが一番楽しみですね。備前焼の男らしさと繊細なモードさを掛け合わせた作風が特徴。
藤田正弘。料理人の方が、どんな料理を作ってくるかがすごく一番楽しみで、それを勝てるような器を作ったと思うので、その勝負が楽しみです。土それぞれの個性が生きる造形手法、焼成を研究している細川貴弘。一応器自体に正面をあまり気にせず作ったというか、両方使えるように作ったので、その辺もどの向きで盛り付けて出てくるのかはすごい楽しみです。備前焼の他にサブカゼス液も得意としている三浦雄二。皆さん備前焼を他のメンバーが出しているので、そこで一つちょっと備前焼とは違う焼き色のものを出したいというものもありました。複数の窯元や作家の下で陶芸を学び研鑽してきた八代豪介。本当シンプルに心を込めて作るっていうのは、それないと人間が作る必要ないんじゃないかなって思うので、より良い効果を与えてくれたらなっていうふうには思ってますけど。以上7名の備前焼作家を迎え撃つのは有心備前高木のシェフ高木健吾。自信というのは僕は持ってないんですけども、作家さんと一緒に負けないような料理を作っていけたらなと思ってます。備前焼作家と料理人の対決が今始まります。対決の審査をしていただくのは、料理や備前焼、ものづくりにも精通しているこちらの方々です。料理も備前焼もこれを使う方、食べる方、それの方に喜びを与えびっくりさせてやろう、そういう思いでどちらも日々研鑽されていると思います。料理人が素晴らしい器を見て、それに対して闘志を燃やす。逆に備前焼作家が素晴らしい料理を食べて、これに負けない器を作ろう、こういうバトルがなかった方がおかしいと私は思っております。さあ、どんな展開になるのでしょうか。それでは早速対決スタートです。まず最初の備前焼作家は細川貴弘。作品名は台付き陶片長方皿。お皿イコール穴が開いていないものみたいな、ちょっと穴開けたくなって花を生けるみたいな感じで、何かそこを使ってもらえたらなと思って、僕普段から花生けるのは好きなので、そういう、穴があったら花生けれるしいいなと思って、そういうデザインにしました。インベの、山手の方に、何箇所か窯跡があるんですね。その窯跡にたまに行って、その陶片を見て学んでて、でその時にすごいかっこいいお皿に見えたんですよ、それが。でそこで作ればいいやと思って、何か対決って言われとったんで、これをどう使ってもらえるかっていうのをもうちょっと楽しみに見たいと思います。細川さんからシェフへの挑戦の一皿。シェフに秘策はあるのでしょうか。早速穴に何かをセットしているシェフ。一体どんな手を打ってくるのか。完成したのがこちら。自家製ハムのミニバーガーとフォアグラのムース。大きなシェフの小さな一皿。穴をうまく利用したシェフ渾身の一皿です。春巻きの皮でソフトクリーム状にしておりますので、一緒に召し上がってください。サクサクとした食感と、ムースの滑らかさを楽しんでいただければと思います。で、横に添えてます小さなハンバーガーなんですけれども、自家製で、ホワイトハム、塩漬けにしたハムを作りまして、マスタード、チーズ、ちょっとカレーの香りも少し入れたソースを入れて小さなハンバーガーにしてます。一品目にこの器を選ばれた理由は、やはりこちらビビッと来られて、これだと絵が浮かばれたんでしょうか。そうですね、普段
普通お皿に穴も開いてないので、そうですよね、はい、穴は挑戦だと思います。ちゃんと挑戦を受け取っていらっしゃいました。さすがでございます。頑張りました。正々堂々と向かい合った両者。審査員はどんな評価を下すのでしょうか。一品目の対決。さあ、審査員の皆さん、一斉にお出しください。どうぞ。備前焼き料理、備前焼き料理、備前焼き料理、料理、備前焼き。第一戦、審査員の評価は4対4。同点のため、審査委員長の吉村さんが挙げた備前焼きの勝利となりました。やっぱりこの奇抜なこの穴が開いてるところですね。はい。これはもう素晴らしい発想だと思いました。まあもうちょっと造形美が足りませんけどね。まあなかなか面白い発想で。穴開けてよかったです。穴を開けてよかったと。一方、初戦を落としてしまった高木シェフは。ちょっと穴に負けまして、今度は勝ちたいと思います。はい、ありがとうございます。第2戦、続いての備前焼き作家は三浦雄二。作品名はサブ風須液大皿。備前焼きもやってますし、僕も須液って言って、備前焼きの前の段階の焼き物っていうのをやってるんですね。で、同じ窯で焼けるっていうことで、皆さん備前焼きを他のメンバーが出しているので、そこで一つちょっと備前焼きとは違う焼け色のものを出したいというものもありました。土も違うんですけれど、例えば備前焼きと同じ土でも窯の炊き方で色を変えることができます。勝つ自信はありますか？どういう感じになるかなという楽しみですね。サブ風須液で勝負を仕掛けた三浦さんと、次こそ白星を取りたいシェフの攻防。高木シェフ、次なる手で挽回なるか。完成したのがこちら。旬の鮮魚を柑橘の香りで、生け花のイマジネーション。器の高さを生かした創造性あふれる一皿です。こちらはですね、魚介を、大根と一緒にロール状にしまして、ちょっとカルパッチョの変形版のような形ですかね。素敵、すごく新鮮ですね。新鮮、想像を超えてきたということですね。今回ですね、須液ということで、初めて僕もこういう色を見たんですけれども、渋い器ですので、ちょっと華やかな、ちょっとどうですかね、お花を生けるようなイメージで、ちょっと華やかなお料理をご用意しました。柑橘のさっぱりしたソースと、ロール状にしているのがですね、宮城のカツオ、戻りガツオ、あと瀬戸内のタイと北海道のガキ鮭を燻製にしたもの、一緒にこう巻いてるんですけど、ちょっと柚子の香りを少し入れて、紅芯大根というちょっとピンク色の大根で酢漬けにしたものをちょっと巻いてます。食感と香りとこう華やかな感じで、作ってみました。華やかな見た目と柑橘の香りを堪能した審査員。どんな評価を下すのでしょうか。審査員の皆さん、一斉にお出しください。どうぞ。料理、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 備前焼き、料理、料理ということで、第2戦、審査員の評価は7対1で高木シェフの勝利。悲願の白星を獲得した高木シェフ、大きいガッツポーズで喜びをあらわにしています。首先那个做工非常的好，味道也很好吃，很漂亮。須液も本当に素晴らしい発想で、挑戦心を感じて素晴らしいと思いましたけども、さらに絵画的な美しさプラス微妙な3種の魚を使われた微妙な味のミックスの味わい、この素晴らしい味に軍配を上げました。華やかな料理でこう爽やかな感じをちょっと出したかったので、今回対決ということでしたけども、華やかにこう盛り付けてよかったかなと思います。惜しくも連勝とならなかった備前焼きチームの三浦さんは、もう存分に生かしてもらって、そうですね、嬉しかったです。もう対決ではなく本当に見事なコラボレーションだったと思います。とても美しい作品だと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございました。
第3戦、続いての備前焼作家は八代豪介。作品名はインベコノハバチ。葉っぱっていうのはもともと結構備前でもモチーフで使われてるものだと思うんですよ。備前じゃなくてもですかね、器では使われるものだと思うんですけど、で平らなお皿は見たことはあったんですけど、深さのある鉢みたいなあんまり見たことがないなと思ったので、ろくろ引いてるうちになんかふとそう面白いかなと思って感じて、やっぱり人間って土と水とかそういう自然があって生きていってるっていうのは本能的に絶対あると思うんですよね。なんか常に思い出させてもらえるものなんじゃないかなっていうふうには備前焼には思いますけどね。なんかそういうものを自分も作れたらいいなっていうふうに思っています。はい、早速器にこちらふるいで粉を2種類今振られましたが、高木シェフ、こちらは何でしょうか？今日はですね、この葉っぱの器ですので、ちょうどこの時期も秋ですから、ちょっと秋の色をつけます。どんなお味なんでしょう？ウコンの、ターメリックっていうウコンの、パウダーとパプリカのパウダーを使ってます。こちらは北海道の白子ですね。白子をベーコンで巻いて蒸してます。紅葉を意識された葉を生かす作品にされたということですね。こちらが後で汁物になります。ちょっとお待ちください。こちらで最後に仕上げを行います。はい、器から器へ直接大胆に。うわー、いかがですか？すごいですね。なんか見たことないですね。スープを流し込んで完成したのがこちら。白子と柿のスープ仕立て、秋の風景。深さのある器を生かした一皿です。今日はですね、ベーコンで巻いた白子、とろっとした白子と、手前に生ハムで巻いた柿、フルーツの柿を置いてます。ちょっと冷たいものと温かいもののコラボなんですけども、クリームのカリフラワーのクリームのスープで一緒に召し上がっていただけたらと思います。審査員の目の前で注がれたスープが吉と出るか。審査員の評価は？審査員の皆さん、一斉にお出しください。どうぞ。備前焼料理備前焼備前焼備前焼。第3戦、審査員の評価は5対3で八代さんの勝利。備前焼のこの日常の器として使いやすいかな、私も使いやすいなっていうところです。なるほど、料理も素晴らしいんで、本当はこうつけたかいんですが、今回はこの器に票を入れました。僕も本当に単純にうちの家庭内で揃えたいなっていうふうに僕が感じたので、インスピレーションですね。八代さん、おめでとうございます。一言。あんまり予想してない展開だったので、ありがたいと思ってます。ありがとうございます。惜しくも連勝とならなかった高木シェフは、本当さっき言われたように家庭でも使いやすいような食器ですとね、シンプルな器ですから、非常に逆にこっちも悩まされたというか、使いやすいがためにただ汁物であったりとか小鉢の少しした料理に考えてたんですけども、なかなか難しいなと思いまして。第4戦、続いての備前焼作家は伊勢崎壮。作品名はしのぎ二物。今回の器に関しては、今までにやったことがない技法を用いて作るということを一つ課題として自分に課して制作してみました。今回対決ということで、料理と対峙するようなものは何かなと考えた時に、まず料理を見せないっていうですね、器の形を見ていただくっていうことを考えて作ってみました。刀でもしのぎを削るというしのぎっていうのがあるんですけども、陶芸の世界ではこういったちょっと筋が入ったものをしのぎと技法として呼びますね。見た目が
こうどうですかね、料理が運ばれた時にすぐに見えないので、非常にこうインパクトが大事というか、はい、こうインパクトで負けない、開けた時に、その器に負けないインパクトを審査員の方に与えたいということで、はい、じゃあそちらに盛り付けられているお肉は何でしょうか。こちらね、今日は鴨のお肉です。鴨、はい、はい、こちらが白ネギのソース、白ネギのソース、はい、と、こちらがネギですね。青ネギ、鴨にはネギですね。どうですか、器に盛り付けられた。そうですね、やはり今までの料理もそうですけども、かなりインパクトがあると思います。はい、はい、こう蓋を開けた時どうでしょう、勝てそうでしょうか、どうでしょうか。どうですかね、ぜひ、器を最初に見ていただくということがですね、大切だと思いますので、もう開けた時は料理を生かすと、それで、成り立っていくんじゃないかなと思いますので、そう感じていただけたらなと思います。はい、完成したのがこちら、鴨の瞬間スモークを2種のお味で、焚き火の香り、燻製にすることで蓋をうまく生かした一皿です。高木シェフ、こちらは。はい、今回ですね、器に蓋がついているお料理ですので、ちょっと蓋を開けていただいて、中は鴨のお肉を燻製にしております。桜の木でこう燻製にしているんですけれども、鴨を柔らかくちょっとしっとり火を入れまして、下に燻製にした里芋、はい、上に鴨のお肉が2種類、右側の方が北海道産のチーズと、上にマンゴー、ドライマンゴーですね。でその隣の方は白ネギを使いましたソースになります。まさかスモークで使われるとは思ってなかったんで、ちょっとびっくりしています。シェフの本気を出せたかなと思いますんで、はい、いいかと思います。戦略的に挑み、しのぎを削った両者。果たして審査員の評価は。審査員の皆さん、一斉にお出しください。どうぞ。備前焼き、備前焼き、料理、料理、備前焼き、備前焼き、料理、備前焼き。第4戦、審査員の評価は5対3で伊勢崎さんの勝利。这个做得很漂亮，而且很有創意。これはね、いくら想像してもどうやって作ったのかわからなかった。もう素晴らしいなんか構造になってて、もう感激しました。はい。伊勢崎さんの戦略勝ちで備前焼きチームは2連勝です。新しい取り組みを評価していただくと、これから先の作刀にも非常に励みになりますし、さらに精進していきたいなと思います。一方、2戦連続で敗れてしまった高木シェフは、今回非常に素晴らしいお皿で、どうこれを生かすかっていうのをいろいろ考えてたんですけども、何かを閉じ込める感じがいいかなと思って、燻製をしてみたんですけども、ちょっと残念です。折り返し地点の現在、備前焼きチームが3対1で大きくリード。高木シェフは巻き返すことができるのか。後半の戦いに注目です。備前焼きが優勢ですが、いかがですか。そうですね、まだ終わってみるまでちょっとわからないので、このまま、冷静に楽しみたいと思います。まだ豊福さん自身の戦いはこれからですけれど、今までの戦いをご覧になられていていかがですか。とても楽しかったです。楽しかった。備前焼きが優勢でどういったお気持ちですか。備前焼きはいいものなんだなと思いました。第5戦、続いての備前焼き作家は中原浩二。作品名はたい焼き皿。僕のこだわりのポイントというのは分かりやすさですね。器というのは使っていただいた時に、料理が映えるためのものだと思っているので、なるべくシンプルに分かりやすい器を今回も狙って作ってみました。そうですね、今僕が備前に移って勉強している仕事が細工物という仕事なので、ろくろや手びねりとは違ってこういった造形的な細工の器を作っているんです。それをどう使っていただけるかをちょっと楽しみに持ってきました。
鯛っていうのは日本人にとってとても縁起のあるものだし、備前焼のこのひだすきの赤と、備前焼のこの赤と鯛の色味と、土の味が、鯛焼きのイメージにちょっと重なったので、可愛らしいなと思って、使う人が楽しんでもらえたら一番いいかなと思って作ったものになるんです。中原さんの特徴的な器に高木シェフはどう戦うのでしょうか。こちらのお魚のお皿を見たとき、どのような。そうですね、一番今回の対決の中で一番インパクトがありまして、一番インパクトがあったということで、鯛焼きを焼く機会がないと思いまして、どうしようかとは思ったんですが、ちょっとそれを生かすか殺すかわからないんですけども挑もうかなと思います。中原さんの作品に彩りのある食材が次々と盛られていきます。そして完成したのがこちら、車エビのバプール、エビで鯛が、鯛焼き皿に海鮮を添えた一皿。下にあるネットは一体。こちらすごいですね。鯛が釣れました。鯛が釣れました。めでたい鯛が釣れました。こちらご覧になられていかがですか。本当に嬉しいです。見ていてすごい楽しいなと思ったので、本当使っていただいてありがとうございます。今日はですね、車エビを使ったお料理になるんですけども、でエビの身を、ホタテのムースで包んで、人参で一緒に巻いてます。でソースが白ネギを使いましたクリームソースとオマールエビの殻から作ったソースになります。ネットを使った大胆な盛り付けに審査員一同釘付けの様子。黙々と食べ続ける審査員、果たしてどんな結果になるのでしょうか。審査員の皆さん、一斉にお出しください。どうぞ。料理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 ということで発勝。第5戦、なんと審査員の評価は8対0で高木シェフの勝利。審査員の圧倒的な支持を得ました。大胆な盛り付けが功を奏したのでしょうか。決め手は何だったでしょうか。私はタイともずき、タイ器だと思いよったんですわ。それでずっと食べよって、それでエビもタイだし、それけエビでタイ釣れるから、やっぱタイには勝てんかなと思ってずっと食べよったら、最後にリゾットと言われて、あれだと思って、あれこれ雷おこしじゃな、一緒のような完成じゃなと思って、それで雷さんに怒られたらいけんと思って、それでやっぱり料理だなと思って、料理の方にしたんですわ。いや、途中まではね、器と料理がですね、ちょっとバランスが悪かったんですね。で最後にこの網が出てきて、見事に器と料理のバランスを取られて、いや本当に見事です。すごいです。はい。はい、高木シェフいかがですか。はい、本当にエビで鯛が釣れたなと思います。はい。作られていてどうですか。楽しかったですか。楽しかったですね。はい。そして楽しかったという言葉を受けていかがでしょうか。いや、一番の褒め言葉ですね。すごいありがとうございます。残念ながら敗れてしまった中原さんですが、器を生かした高木シェフの発想力で料理全体が華やかになりました。器が料理を引き立て、料理が器を引き立てた素晴らしい戦いでした。第6戦、続いての備前焼作家は豊福博。作品名は自然練り込み予報皿。備前の粘土はもともと彫った時に均一ではなくてですね、マーブル状の模様が入ってるんです。それは土の中の成分の層になってできていてですね、で、それが、その模様だけで十分、美しいというか魅力的なものなんで、それを生かした作品にしてます。自然練り込みという仕事をしてるんですけれども、これがちょっとこの表面上のちょっとマーブル状の模様といいますか、白とか紫色の粒が入ってるような模様になってるんですけども、これが備前の粘土を彫ったままの雰囲気に近いような状態を再現してるんです。土そのものの
力強さというか面白みを感じてもらえたらいいなと思ってこの仕事をしています。ズバリかつ自信はありますか？まあこの素材を生かして何かいいものができたらいいなと思ってますんで、そうですね、それで満足できたものがあれば僕としては非常に嬉しいなと思っております。独特な技法を取り入れた器に高木シェフはどう立ち向かうのでしょうか。完成したのがこちら、サワラのレア天ぷら、しその香り、想像。大きな平皿に盛り付けられたサワラを引き立てるように色とりどりの野菜が散りばめられた一皿です。今日はサワラですね。瀬戸内愛媛のサワラです。はい。で周りを衣をつけて軽く生の状態で揚げてます。はい。で散らしてる葉っぱは大葉と赤じその芽を散らしてます。はい。でソースはしば漬けとピクルスを使ったちょっと酸味のあるソースになります。この白いものは岩手県の二戸のホワイトアスパラですね。すごい甘いアスパラです。ホワイトアスパラ、はい、あえて素材の旨味を生かした一品ということでしょうか。はい、豊福さんのマーブル状のデザインをうまく活用した高木シェフ。審査員はどんな評価を下すのでしょうか。それでは6品目、備前焼きか料理か、審査員の皆さん一斉にお出しください。どうぞ。料理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 備前焼き料理。第6戦、審査員の評価は7対1で高木シェフの勝利。サワラの天ぷらなんていうのは食べたことあんまりないもんでね、それとソースもあっち、でも器もなかなか斬新な模様で良かったですね。僕は料理は当然美味しいんですよ。だから、どっちと言われたら今回は料理をすごい引き立てた役、この麺の大きさとかも多分そういう料理に使ってほしいなっていう願いがあって作られて出されてると思うので、そこは創作者というかの方の作戦勝ちというかすごく狙ってるなと思って僕は感じたので、今回はこっちに。豊福さんいかがでしょうか。ありがとうございます。とても上手に使ってくださって嬉しく思ってます。この戦いで備前焼きチームと並んだ高木シェフは、はい、それぞれの器にこうひだすきでね模様がありますけども、それも生かしつつなのでなかなか難しいんですけれども、はい、勝ててよかったです。はい、はい、実力が拮抗している備前焼き対料理、いよいよ最後の戦いです。第7戦、続いての備前焼き作家は藤田正宏。作品名は陶片皿。一度焼いたものをカットして作りまして、でそのカットする面は直線が主になってくるので、その直線と元あった曲線を生かしてそのバランスを見ながら作りました。これはこのために準備してたわけではないんですけど、まっすぐなラインとかいろんなちょっとバランスを見てカットしてさらに焼いて今回準備しました。藤田さん、なんと最後の一品に選ばれましたね。何か大役をちょっと担っているようで緊張しております。そうですよね。今のところ3対3という接戦になっておりますが、この最後の勝負で勝敗が決まるという今のお気持ちは？大変緊張しているんですけど、最後は勝って終わりたいなと思っているところです。はい、藤田さんの特徴的な器に高木シェフはどう対応するのでしょうか。完成したのがこちら、特選和牛ヒレ肉の低温調理を3種でアンサンブル。三角形のお皿に盛り付けられたヒレ肉を3種類の味で楽しめる一皿です。はい、今日はお肉メインのお料理として、和牛のヒレ肉なんですけども、ちょっと低温調理で仕上げています。で3種類、味付けご用意してるんですが、一番右側が、
昆布の佃煮と赤ワインで漬けたらっきょうですね。でそのお隣、茨の明治ごぼうっていうごぼう、柔らかいごぼうと、柚子のお味噌のソース、はい、で一番最後が、今日審査員で来ていただいてます尾藤さんの、2年熟成したじゃがいも、はい、と、お肉と蜂蜜とリンゴ酢を使ったちょっと甘酸っぱいソースでご用意してます。で、串のまま一口で召し上がってみてください。デザイン性の高いお皿ですので、芸術的な作品になればと思いまして、はい、どうですか、完成品をご覧になられて。すごい美味しそうに見えて、勝負にはわからないんですけど、すごくいい感じに使っていただいて嬉しいです。はい、高木シェフ、お気持ちはいかがですか？そうですね、最後のお料理ですので、はい、どうなるか。そうですよね。泣いても笑っても最後の対決、選ばれるのは備前焼か、それとも料理でしょうか。最後に審査員はどんな評価を下すのでしょうか。接戦が繰り広げられてきた備前焼対料理、いよいよ最後の対決となりました。さあ、最後ということで見守っていただくべく、こちらには全員の作家さんにお集まりいただきました。さあ、3対3大接戦の中、これで全てが決まります。審査員の皆様、一斉にお出しください。どうぞ。料理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 備前焼料理料理備前焼。最終戦、審査員の評価は6対2で高木シェフの勝利。よって備前焼対料理、総合成績は4対3で料理の勝利です。草野さん、決め手は何だったでしょうか？本当に難しかったんですけども、最後に食べた肉の3種の味がやっぱりこれだけお腹がいっぱいなのに入ったということは、高木さんの料理で勝ちかなと思いまして、料理に挙げさせていただきました。決め手はというのは非常に本当に引き分けがあれば引き分けを挙げたかったんですけども、どっちかに挙げるということでしたので、小食でありながら最後まで美味しく食べさせていただいたというこの料理に、器も素晴らしかったですけども、それに軍配上げさせてもらいました。以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。改めまして高木シェフ、どうもおめでとうございます。はい、ありがとうございます。どうぞ一言お願いいたします。はい、今回こういう機会をいただいて、エビでタイムを釣れたっていうことなので、今後とも、備前焼の食器もそうですし、僕ら料理人の方もしっかり切磋琢磨しながらいいものを作っていけたらなと思っております。最後勝ちたかったんですけど、料理がとても美味しそうだったので、これはもう乾杯ということで、また、頑張っていきたいと思います。ほぼ最後負けましたけども、ほぼ互角の戦いができたんじゃないかなと自分では思ってます。これからですね、これを機会を、糧にして、作闘に、励んで、もしまたこういう機会がありましたら今度は勝ちたいなと思います。はい、ありがとうございます。素晴らしい対決でした。また夢の対決が実現できる日をお楽しみに。備前焼対料理の異色の対決。今回勝利したのは料理でした。備前焼作家チームは惜しくも負けてしまいましたが、これからの作闘の励みになるよう誓い、高木シェフはこれからも料理の探求に勤しんでいこうと互いに称え合いました。いかがでしたか？匠の魂をかけて備前焼と料理の共演。互いに高め合う者同士の対決は目を見張るものがありましたね。今回の対決を機に備前焼と料理が切磋琢磨し合うことで、料理と器の調和がさらに高くなっていくのではないでしょうか。またどこかで
備前焼と料理の異色の対決が実現できるかもしれませんね。